あなたの人生で一番痛かった怪我は何ですか？ 1993 年のアメリカ、明け方の病院に一人の男性が緊急搬送されます。その男性患者の腕は血で真っ赤に染まり、本人はもちろん付き添いの友人もパニック状態。駆けつけた医師はすぐさま男性の出血の原因を探します。しかしどこにもそれらしい傷が見つかりません。すると男性は朦朧とする意識の中、シーツに隠れている下半身を指さします。そして医師はシーツをめくり、男性の下半身を確認するんですが、その光景に我が目を疑います。なんと出血の原因はあれが切り取られていたから。ある日突然局部を切り取られた悲運の男。犯人は一体誰なのか。世間を驚愕させた事件の背景には社会の闇があったんです。オサス、夢は逃げない。いつだって逃げるのは自分だ。ケンちゃんです。ナイフのように切れる女、闇闇子です。シュッシュシュッ。本日ご紹介するのは何者かによってあれを切り取られてしまってね、もう男性の話なんですけれど、前もね日本でやったじゃないですか。安倍貞ね。安倍貞とかね、あそこ切り取られるっていうのにはね、やっぱもう理由があるんですよ。理由があるの？理由があるんですよ。今回お話しする理由っていうのはね、社会にはびこる、闇、女性に対する闇、そういったものがね起因してるんです。さてまずはですね、男性の切り取られてしまったあれがどうなったのか見ていきたいと思います。確かに人生最悪の目覚め。遡ること28年ほど前の1993年、アメリカバージニア州でその事件は起こりました。友人と深夜まで酒を飲み、気分よく寝ていたジョン・ウェイン・ボビット。彼は突然下腹部に走った衝撃で目を覚ますんです。一体何が起こったのか、わけがわからないまま下腹部を見ると、そこには信じられない光景が。なんとジョンの下半身のあたりが血の海。そして彼は気づくんです。あれがないことに。パニックを起こしたジョンは自宅に泊まっていた友人を大声で呼びます。駆けつけた友人もそのおぞましい光景を見て大パニック。狂ったように叫びつつもなんとかジョンを病院へと連れて行くんです。激しい出血を必死に手で押さえながら病院に到着したジョン。駆けつけた医師がすぐさま治療を始めるんですが、ここで大きな問題に気がつきます。切り取られたあれが行方不明になっていたんです。どこ？医師はジョンにこう伝えます。もう元に戻すのは無理かもしれない。ジョンはまだ26歳。彼はその宣告を受けて絶望するんです。もう死にたい。人生を終わらせたい。大切な相棒を失い、自ら命を絶つことしか考えられなくなったんです。ところがその後、事態が大きく動きます。なんと、警察によってジョンのあれが発見され、病院へと運ばれてきたんです。どういうわけか、あれはコンビニで売られているホットドッグの箱に入ってやってきました。なんで？しかし、医師もジョンもそんなことを気にしている余裕はありません。ジョンのあれをくっつける手術に要した時間は9時間。かなりの大手術になったんです。そして手術の結果はなんと奇跡的に成功。ジョンの下腹部は完全に元に戻りました。よかった。切り離されても元に戻るの？そうなんです。切り離されても OK なんです。もう男だったら気持ちわかるんですけど、もうこんなことがあって復活したらめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。だってもう絶望なわけじゃないですか。もうってなるわけです。絶望なの？絶望なんですよ。でも復活してね、ジョンはね、喜びのあまりね、お母さんに電話して興奮を伝えすぎて、若干お母さんに聞かれたらしいです。はい。いいけどさ、でも犯人は誰なのよ、この。気になりますよね。こんなね、残酷なことをした人物は一体誰なのかということで、早速見ていきたいと思います。長い沈黙の果てに、ジョンの下腹部を切り取った犯人は何者なのか。それは彼の最も身近な人物でした。なんと犯人はジョンの妻だったんです。ジョンと妻であるロレーナは結婚して4年目の夫婦。しかしその関係は決して良くはありませんでした。その原因はジョンの度重なる DV。身体的暴力はもちろん、ろくに働かずロレーナの収入に頼るいわゆる経済的 DV も行っていたんです。そんな中でもロレーナが最も苦しんでいたのは同意のない無理やりな性的行為。当時はまだ1990年代の前半、夫婦間の暴力は家庭内の問題と見られていた時代でした。そのためロレーナは誰にも助けを求めることはできず、たった一人でどんどん深い闇へと落ちていったんです。さらにそんな彼女に追い打ちをかけるある出来事が起こるんです。同意のない行為を強要され続けたロレーナの体にある変化が。それは妊娠。当然この妊娠は予期せぬことだったんですが、彼女は意外にもこの妊娠に前向きだったんです。自分の元に誕生した命を母親として大切にしよう。ロレーナはそう決意したんです。しかし夫であるジョンはそうではありませんでした。ロレーナが何度説得してもジョンは中絶しろの一点張り。いえ、もうお前のせいだからなそれ。ロレーナはやむなく中絶に同意することに。手術当日、悲しみと不安に
くれるロレーナにかけられたジョンの言葉は信じられないものでした。注射器が骨を貫通して死ぬんじゃないか。バカにしたような顔で笑えない冗談を言う夫の姿。ロレーナの心は修復不可能なほどボロボロになっていくんです。さっきまでジョンに同情してた時間返してよ。とんでもない女じゃないこいつ。そうなんですよね。ですがね、ロレーナはね、長い間ずっと我慢してたんです。じゃあ、何を我慢してたのか、そしてその我慢する出来事を作ったのは誰なのか。当然、ね、何もないのにさ、女性がそんなことするわけないじゃないですか。原因はね、ジョンにあったんです。事件が起こったその日、ジョンは友人と深夜まで一緒に酒を飲み、そのまま友人を連れて帰宅しました。リビングに友人を寝かせ、彼は寝室に入ります。寝室には妻ロレーナが先に寝ていました。ジョンはおもむろにロレーナの元へ行き、突然襲いかかります。無理やり行為を開始したんです。ことが終わり満足したジョンはすぐにいびきをかいて爆睡。その横に取り残されたのは寝込みを襲われ屈辱の時間を耐えたロレーナ。彼女はぼんやりとしながら水を飲むためにキッチンへ向かいます。するとあるものが目に入ってしまうんです。それは肉を切るためのカービングナイフ。ロレーナは何かに導かれるようにそれを手に取ります。次の瞬間、彼女の意識が復活したのは赤信号で止まる車の中。ロレーナはなぜ自分が車を運転しているのか、どこへ向かっているのか一切わかりませんでした。しかし自分の左手があるものを握りしめていることに気づいた瞬間、彼女は自分がやってしまった恐ろしい行動に気がつくんです。そう、彼女が左手に握っていたのはジョンのあれ。慌てた彼女はジョンのあれを外の空き地に向かって投げ捨て、自ら警察に通報します。警察はロレーナの身柄を確保すると、彼女が投げ捨てたあれを速やかに回収。近くにあったコンビニでホットドッグの箱と氷をもらい、急いで病院へと届けたんです。冒頭でも話した安倍貞事件ね、はい日本でも起きてたんですけど、あれは結構計画的だったんですけど、今回はね、ロレーナ結構衝動的にやったんじゃないかって言われてるんです。そんな感じするわね。つまり、ふとしたきっかけで破壊衝動に駆られてしまったと言われているんです。というわけでね、本日のメトラーキーワード、破壊衝動について。破壊衝動とは、物を破壊したくなったり、暴力的な行動を取りたくなったりする衝動のこと。様々な事柄が原因となり、発作的に湧き起こってしまうんです。破壊衝動が起こる原因としては、日々のストレスや嫉妬、人間関係や恋愛関係のトラブルなどが挙げられるんです。誰かを妬んでいる、愛情に飢えている、怒りの沸点が低い、支配欲が強いなどの自覚がある人は注意してください。今回のロレーナも、夫ジョンに対するストレスが原因となり、発作的に破壊衝動が起こったと考えられるんです。こんな気持ちはなんか誰しも大なり小なり抱えてそうだけどね。破壊衝動は怒りのピークとともに起こりがちです。衝動の赴くまま誰かを傷つけることを防ぐためには、このピークを何とかやり過ごすことが大切なんです。一般的に怒りのピークは6秒と言われています。なので、どうしようもない衝動に駆られたら、一旦深呼吸して6秒数えてみてください。皆さん、少しね、気持ちが落ち着いてくると思うんです。非常にシンプルな理論なんですけれども、それがゆえにね、誰にでも起こり得るかもしれないですよね。私もなんか突然発作的に衝動に駆られちゃうことがある可能性があるってことよね。怖いな。夫のあれを切り取るというこの衝撃的な事件の背景には、妻の長年にわたるね、苦しみがあったんです。ここからはね、この夫婦のその後の人生を見ていきたいと思います。そしてあれを切り取られたな夫のジョンはですね、事件後ね、驚きの転身を遂げているんです。第二の人生。夫のあれを切り取ったことで逮捕されたロレーナ。その判決は無罪。一時的な心神喪失を理由に無罪判決が下ったんです。一方、夫のジョンはロレーナへの性的暴行で起訴。しかし、証拠不十分でこちらも無罪判決。なんだよねん。こっちは捕まれ。その後夫婦は離婚し、別々の道を歩み始めます。しかし、事件後もショッキングな内容の事件だけに、世間は無罪判決後の二人にも大きな関心を寄せていたんです。そして、この二人の人生は全く正反対のものになっていくんです。妻であったロレーナは世間の目を避けるように静かに暮らしました。そして彼女は家庭内暴力の防止を支援する団体を立ち上げ、自分と同じような境遇の女性や子供のために尽力。プライベートでは素敵なパートナーと巡り合い、子供にも恵まれました。一方、夫のジョンは世間からの注目を利用した新たな活動をスタートさせるんです。彼が始めたのはなんとポルノ談義。彼は無事に復活したあれを生かし、1994年に自身初となるポルノ映画ジョン・ウェイン・ボビット・アンカットに出演。ずうずうしいな。一躍有名になると、彼はあれのサイズを大きくする手術を受け、次なる作品フランケンペッツに出演するんです。もうこけろ、この作品。もうこけろ。さらにジョンはあれを手術で大きくしたことで男性としての自信がついたのか、事件後はおよそ70人の女性と夜を共にしたと告白。もうこういうこと言うやつもほんとダサい。もう
ジョンのこの一連の行動には賛否両論集まったんですが、だろうな、彼はロレーナが自分の人生を台無しにしようとしたことに対する報復であると発言。あれを失い、一時は自ら命を絶つことすら考えたジョンなんですが、新たな人生で生き生きと輝く姿をロレーナに見せつけたかったと主張するんです。ジョンのさ過去を知ってるだけになんか彼の今やってることに違和感というか嫌な感じがある。純粋にもうさ、別にねそういう職業がどうとかじゃないですけど、うん、その流れでその職業を選んでさ、もうなんか全然反省してないんですよね。でね、ジョンはですね、その男優のね仕事、当然ね世間から忘れ去られてしまってですね、その後風俗店の雑用係をしたんですけれども、そこでもねうだつが上がらずにね、もうどんどん人生がね暗い方に進んでいったんです。ジョンが働く風俗店のオーナーは彼と3つの約束をしました。それは酒を飲まない、街の外に遊びに行かない、店の女性に手を出さない。それさえ守って真面目に働けば年間5万ドルという十分な給料を支払い、生活を保障すると契約したんです。そしてジョンはオーナーと固い約束を交わした後、全ての約束を破るんです。だろうな。ジョンは自分の欲望を抑えることができず、オーナーの行為に背いたんです。クソ。さすがにこれにはオーナーも愛想を尽かし、彼を解雇。またも職を失ったジョンはその後サーカス団に入るんですが、こちらも長くは続きません。そんなある日、ジョンは不運なことに交通事故に遭い、体に障害を負ってしまいます。彼はそれから残りの貯金と国からの障害者手当で生活することになりました。そしてこの事件はまだ終わってなかったんです。ロレーナとジョンが世間に与えた影響は凄まじいものでした。現実的なロレーナに比べるとね、ジョンはなんか相変わらずっていう感じだったわね。この事件がそんなに影響を後に残したわけ？そうなんですよね。その影響っていうのはね、もう社会っていうよりは、なんとですね、海の中にもね及んだんです。事件の余波。この事件はなんと海の中にも影響を与えました。どういうこと？海中に生息する生物にオニイソメという生物がいます。オニイソメは交尾が終わるとメスがオスの生殖器を食いちぎってしまうという習性があるんです。この特徴的な習性から、このオニイソメにはロレーナとジョンの名字、ボビットを冠したボビットワームという名称が付けられることに。やだな、これも。そしてその名は今もなお世界中で親しまれ、彼らの名前があれを切り取ることの代名詞のようになりました。嬉しくねえんだよな、これな。相当この事件がアメリカの人たちにインパクトを与えていたことがわかります。そして最も大きかった影響は DV という社会の闇が注目されるきっかけになったということ。これは素晴らしい。DV を受けていた妻が夫のあれを切り落とすというこの事件は、これまで声を上げることができなかった女性たちに沈黙を破る勇気を与えたんです。しかしそれは模倣犯という悲しい連鎖も引き起こしました。ある女性は自分に虐待をしていた父親のあれを切断した後、それを破壊し復元できないようにするという事件を起こします。彼女は犯行前にロレーナの事件を調べ、あれを切り取っても場合によっては元に戻せることを知り、このような行動に及んだと証言しているんです。これはこれで怖えわ。今では信じられないかもしれないんですが、少し前までは夫婦間の暴力は家庭内の問題ということで、警察が介入することは極めて稀だったんです。辛く苦しい日々を過ごしながら泣き寝入りしていた人も多くいました。この事件はそんな苦しみの反動で起こってしまった不幸な出来事の一つ。暴力の連鎖を生み出さないためにも DV 被害者に正しい情報を与え、手助けできる環境を作らなければなりません。